疲れ様です。2玉屋の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。はい、今回もね、キジトラレッスン第5回目っていうところで、いよいよね、植毛の方に入っていきます。で、今回はね、この首元の植毛とこのね、模様の入れ方、ここについてね、解説しています。で、動画の中でも言ってるんだけども、植毛の話はね、以前に3つの植毛方法っていうね、この動画ね、これ出してるんで、これ見たことない人はね、後でね、これも合わせて見るようにしてください。こっちの方でね、詳しく説明してるので。はい、そんなところでね、じゃあ本編の方に入っていきます。はい、頑張ってください。はい、今回のパートでは植毛にね、入っていきます。で、植毛に入る前にね、一旦ね、こうやって薄めのペンで、虎模様、どういう風に入っているかっていうのをね、下書きをします。で、僕の植毛はね、植毛方法は、基本的に顔の植毛をするときに、模様を入れるときね、こういう虎模様とかは、全体の植毛が終わってから、後から僕は柄を入れる手法をとっています。なので、今ね、この段階で下書きをしていても、結局ね、植毛して毛に埋もれちゃいます。で、もう一度ね、後からね、その植えた毛の上から、もう一度この同じように模様を描くので、今ここで描いてる意味っていうのは、その本番ね、実際に毛の上に軽くね、模様を描いていくんだけど、それのね、練習っていう意味合いと、あとね、実際に今この状態で模様を入れたりね、鼻の位置とかね、そういうものをね、しっかり明確に書いて表すことで、こう完成のイメージが湧いてくるので、もう何よりでも一番大きいのは、実際にマーキングする時の下書きをこの時点でやってるって思ってもらえばいいと思います。はい、だいたいこんな感じでね、イメージができてきたら、今回はね、首元の植毛をしていきます。で、首元の植毛はね、なんていうかな、これは後から入れるんじゃなくて、ここはね、単純な作業なので、実際に植毛しながら模様も入れていきます。で、動画はね、今3倍速で流していきます。このね、細かい植毛のやり方っていうのをね、過去にこの動画出してるので、こちらでね、詳しく説明してるので、この動画ね、見たことない人はそれも合わせてみてください。こちらでね、細かく説明してます。こっちでもね、簡単に説明していくと、今ね、こういう風に刺しているんだけども、大体ね、僕はこの刺し固めるとこの幅を、大体3ミリぐらいをね、幅取ってね、刺すんです。こうやってまず毛の流れを合わせて、こうやってまず刺してあげる。で、ピンポイント、線で刺すんじゃなくて、面で刺すんです、僕は。で、その時にその面の幅が3ミリになるように刺してます。で、1列終わったら2列目をこうやって刺していきます。この今針で刺しているところのこの幅ですね。この幅が3ミリになるように刺している。大体でいいんですけどね。で、しっかり折り返してあげて、よかったらまた毛を整えて次の列に入る。で、このかぶせてる部分ね、1列目の毛に少しかぶるようにして、隙間を空けないようにして刺してやる。これはね、このやり方もいろいろなんだけれども、ちょっとやったことない人はね、このやり方でやってみたらいいんじゃないかなと。ここはね、首元はね、簡単な形で複雑な形をしてないので、多分毛はね、入れやすいと思うからサクサク進むのね、どんどん進めていく。でも、かといってね、早く進めたいからといって、このね、貼り付ける幅3ミリから5ミリとかにしちゃうと、短毛の子を作ってるからね、長毛種だったらいいんだけど、短毛の子で、この今刺してるね、この幅を広くしてしまうと、植毛の作業自体は早く終わるけれども、最後ね、毛を刈った時にもうハゲができたりとかねするから、ここめんどくさがらずにしっかりやること。
はい、ここねちょっとねスピード落とすね。ここから縞模様を入れていきます。で今ね毛色見てもらったら分かると思うんだけど、限りなく白に近い茶色、ベース色ね、混毛の時に作った色、基準になる色を今入れてます。で白い毛とかなり混ぜてます。でいきなりねこう色が変わるんじゃなくて、このまずは薄く1線、この白に近い茶色をね入れてあげる。でこのかぶせるこの厚みっていうかな、この毛の量見てほしいんだけども、そんなにね分厚くしない。分厚くしちゃうとねやっぱり線が太くなっちゃうので、これはもう模様の線そのものじゃなくて、模様の線を入れるための下準備なので、グラデーションなんで、ここはねこうやって針先1線だけ入れるだけですぐ折り返して抜けないように刺してやる。これを必ず入れてやる。これを入れないでやっちゃうからすごく白々しい虎模様になっちゃう。でここから縞模様を入れていくんだけど、今ね手で触ってたね濃い色がバッファローして、この今やってる毛は混毛の時にね3色合わせた毛、これをね入れていく。このグラデーションを少しずつ濃くしていく。今これグラデーション2色目で、こうやって1列入れたら折り返して刺してあげる。であまり分厚くならないように入れてやる。このグラデーションを何層入れるかで毛のね自然な色の変化を見せれるので、ここもねめんどくさがらずに、やっぱりねこのグラデーションの、ね、変化はね1色じゃなくて、2色ぐらいは使ってあげた方がいいです。なるべく本当に綺麗にやる人はね3色くらい入れるんだろうけど、2色3色入れてあげる。徐々に濃くなっていく。でね次いよいよ本格的な縞模様を入れるんだけど、今ね見て分かるように混ぜてるんだよね。バッファローだけじゃ濃すぎるので、バッファローとあとはその3色混毛した基準になる毛ね、あれを混ぜて色をちょっと柔らかくしてます。でグラデーションの時よりも厚みが出るよ、厚みっていうかね毛の量を増やしてちょっとやってますね。でこれもねどれぐらい刺したら模様が太くなるんだろうっていうのはね、これなかなか口で説明しづらいから、やっぱりねこういうのは自分でしっかりやってみて体験することが大事なんですよ。もうすぐにこうみんな結構答えを求めがちなんだけど、そうではなくてまずやってみる。で自分で感じてみるっていうのが大事。その上で分からなかったらね、こうやったけどなかなかうまくいかないからどうしようかなっていうようなね、質問してくれるとこう答えやすかったりするので、まずはねだからやってみてください。こんな感じでね入れてあげます。でここからねさっきの逆順になるので、同じようにいきなり白を入れるんじゃなくて、またここをねグラデーションさせていきます。はい、ここからね同じような作業になるので3倍速にしていきます。とにかくね縞模様を入れるときは必ずその本当のこの縞を入れる部分の前後に必ずこの柔らかくするためのグラデーションを入れて、急激な色の変化が起きないように必ずこの処理をしてあげることでね、今回本当はね2色
やっぱりグラデーション入れた方がいいんだけど、今回ねこのまま白をね入れていきます。でどの時点でカットしたらいいかっていう話なんだけど、これね単色でここに模様が入ってなかったらね、僕はもう少しもうとっくの昔にねこまめにカットしながら進んでいくんですよ。だけどこういう風に縞模様入ってる時は、なるべくね全部入れてからカットするようにしてんだけど、絶対にやっちゃいけないのが、例えばこの縞模様を入れた時点でカットをしちゃうとかっていう風にやっちゃうと、次ねその上にカットした後にこうやって白い毛を入れちゃうと、そこのね段差、模様の見え方不自然になっちゃうから、絶対にそれはしちゃダメだから、これぐらいのね複雑じゃない形のところをこうやって模様を入れるんであれば、首元とかねこういうところであれば一旦全部入れてから後からねカットした方が多分ね綺麗になるので、そんな風にちょっとねやってみてください。今やってる作業もね次の縞模様のグラデーション1色目を入れてるっていうところですね。で今ね2線目を入れてんだけど、首元に1本2本模様を今回入れてんだけど、例えばねその1本目は濃くて2本目は薄い毛でね表現しなきゃいけないとか、そういう風にこうモデルの子を見てそこの縞模様の濃さっていうのも意識しながら作る。で今ねこれ見てわかるかな、両サイドを濃くしてるのしてほんと首元喉仏のところは薄くしてるのね。でそういったねちょっと微妙な変化とかもなるべくこうモデルの子の写真を見て見逃さないようにしてあげることで、なんていうかな、この縞模様たった1本1線でもその中でもこう模様の色の強弱とか、あと色の濃さの変化をつけることができるので、そういうところをね細かくやってあげる。これをねやっぱり縞模様だからってもう常に同じ濃さの毛色をねこう均等に入れてると、やっぱりどうしても不自然っていうかねぬいぐるみっぽくなっちゃうので、とにかくやっぱりそういう細かいところをやってあげる。僕の植毛はねどちらかというと比較的ね大雑把な方です。これはあまり僕は植毛綺麗じゃないので、本当ね僕より得意な人いると思うんですよ、これ見てやってる人でもね。でそういう人たちからしたらねもう全然本当僕のやり方は雑だと思うんで、本当ね綺麗にやる人はもっとね細かく、この1回に入れる毛の量もものすごく少ないし、もっとねこの根毛も丁寧だし、最初はねこうやって荒削りでいいと思うんだけれども、やっぱりそこからどんどんよりいいもの、よりいい技術を手に入れてどんどんこうね自分の技術を上げていってください。いつまでも僕のやり方を真似しちゃダメ。やっぱりどんどん上手い人のものを取り入れていくっていうことをやってください。はい、毛を入れ終わったらねブラシで毛をね全体的にしっかりと起こして、はい、バリカンでカットしていきましょう。これね最初ねこの顎の下バリカンの刃がねなかなかね入れるのが難しいと思うんで、まず最初はね長くてもいいんで大雑把にまず切ってやる。で少しずつね刃の角度を変えてやっていくんだけど、これねバリカンちょっと使い慣れてない人はここ難しいと思うので、ハサミでねこまめにカットしていってください。今ねバリカンの刃に油入れてたんだけど、やっぱりねこうやってカットしてたらねどんどん切れなくなってくるし、毛もね刃の間に詰まってくるんで、時々ね掃除しながら進めてください。あとねこれ乾電池式なんだけど単3で動かしてんだけど、電池もね結構消耗早いので、電池もったいないからってこう威力がだいぶ弱って止まりそうなやつをね無理くり使ってると、買ってる途中でねピタッていきなり止まってね刃がね毛に絡んだりとか結構ね失敗する原因になるんで、
電池はねなるべくケチらないのと、まめに手入れするのをね忘れないでください。結構ね上からばっかり買ってるとね後ろの方枯れてないんで、今みたいにね裏面にして余分なとこをがっつり買ってあげて、また起こしてあげて、こうやってねもう何度も何度も買っていくんですよ。もう一発で決めようっていうのも絶対基本的にないので、僕はね慣れてるからこうやってね首の下とかもバリカンで全部やっちゃうんだけども、やっぱりこう難しいと思うので、もう慣れない人はねハサミで確実に手で切ってあげるっていうことをやってください。はい、首元の植毛と模様の入れ方をやりました。今回はねここまでです。はい、レッスンお疲れ様でした。というわけでね、今回は首元のね植毛、それからね模様の入れ方っていうのをやりました。特にねグラデーションの入れ方、グラデーションは1線だけじゃなくて2線、2色くらい使ってあげた方が綺麗になるよっていうのがね分かったと思います。でね、例えばここがね薄くなるようにとか、やっぱり細かいところに変化をつけるにはっていうところを考えながらねやってあげると、今よりも一段上の作品のレベルになるからね、そんなところを意識するといいんじゃないかなと思います。はい、以上です。次回はね顔の植毛、顔面の植毛ねの方に入っていきます。まだまだね大変な工程が続くけどね、心折れないようにね頑張ってください。はい、それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。